はい、やってきました。関ちゃんのラジオということでどういうことっていう刺繍の動画をねひたすら流していても飽きちゃうなというところで、雑談というかね、何かしらの話をしていこうかなと思って、今回は SnowMan の5枚目のシングルシークレットタッチのジャケットを刺繍していきたいと思います。悩んだんですけど、顔だけアップになってるやつと、全員が全身写っててっていうやつがあったので、どれやろうかなっていう風に悩んだんですけど、グランドールの時に9分割のやつをやってるので、今回はちょっと初めて複数人が同じ画面に収まってるみたいなね、それを刺繍にしてみようかなというチャレンジ的な意味で通常版のジャケットを選んでみました。で、手持ちの糸と見比べてどの色がないかなっていう風に考えて、こんな感じでブルーパラダイスですね。9人いるし柄物もあるというところで全然手持ちじゃ足りないなと思ったので買い足してます。だいぶいつもちっちゃい刺繍をしてストラップにしたりピンバッジにしたりってしてるんですけど、今回やる図案に関しては、このまま飾れるようにしてやろうかなと思いまして、今回ブルーを基調にした衣装ということで刺繍枠もブルーのやつを買ってみました。前回から使ってる刺繍スタンドに固定して、この状態でずっと刺繍を進めていこうかなと思います。で、ハロハロをやる時も、黄色ばっかりで色味がちょっとずつ違って糸変えていくっていうやり方だったので、今回も同じようにこうやって、ざっとね、さっきみたいに使う色を一通り選んで出した後にどこにどの色使いますっていうのを自分でメモ書きを作ってます。これやっとかないと多分もうわけわかんないことになっちゃうのではい、では実際に刺繍を始めていきたいと思います。いつも通り何か特別な理由がない限りは基本的に肌色からで、いつもスノーマンやるときは色白の人と色黒の人とって言って肌色を2色使うんですけど、今回はちょっと色調を統一したいというか統一感を出したいなと思ってみんな同じ肌色でやってます。今回図案がめちゃくちゃ大きいわけでもないですし、一人一人の人物だけ見ればいつもやってるのと変わらないので、いつも通りのテンションで始めたわけなんですけど、結果的にめちゃくちゃ大変でした。何が大変かって言われるとね、やっぱり柄物が多かったっていうのは大きいかもしれないですね。まず岩本さんのヴィトンでしたっけ、花柄のセットアップスーツ、水彩みたいな淡い柄の付き方をしてて、そこ刺繍でどう表現するんだっていう。で、ふっかさんがボーダーですよね。で、伊達様のチェックね。しかもあれワンパターンじゃないんですよね、あのチェック。2種類あって、左身頃右身頃で袖後ろみたいなんで、ちょっと使い分けがしてあって、で佐久間さんのストライプでしょ、で阿部ちゃんのドットがあって、で伊達様とふっかさんの靴がパイソン柄なんですね。ヘビ柄。もうやってる途中からね、もうやっても進まないんですよ。刺繍してるはずなのに全然面積埋まっていかないから、どうしようかなと思って途中で心折れかけましたけどね。楽しいんですけど、個人的なねこだわりとして発売日に表に載せたいなっていう思いがあるので、締め切りがあるんですよね。ってなると結構しんどかったです。柄をね今回大変だったって言ったんですけど、結構みんなこの辺を褒めてくれるんですよね。伊達様のチェックの再現度とかね言ってくれるんですけど、この辺のねコツみたいなのをちゃんと言葉にしてお伝えできたら見てる人にもためになるのかなと思うんですけど、あんまりねうまいこと説明ができないというか、なんだろうな、やっぱりハロハロの時もそうですし今回もそうなんですけど、今回何色ぐらいかな、20色ぐらい使ってるんじゃないかなと思うんですけど、楽しようと思ったらもっと色数を減らして同じ色を使い回してってできると思うんですけど、そこケチっちゃうとやっぱり仕上がりの見た目がちょっと安っぽくなっちゃうというか単調になっちゃうので、色調だけ合わせて違う衣装を着てくるっていう時はできるだけ極力色数をたくさん使うようにしてます。限られた色数でめちゃくちゃ細かく繊細に丁寧に刺繍していくよりも、色数をめちゃくちゃたくさん使ってある程度雑にやるっていう方が多分仕上がった時にクオリティ高く見えるというか、ごまかせるっていうとあれなんですけど、似てるけど微妙に違うんだよなこの色みたいなところを横着せずにちゃんと違う色使って分けてやっていくと仕上がった時に結構綺麗に見えると思っていて、いつもやってる私の刺繍の方法だと、前の動画とか見てくれた人ならわかると思うんですけど、図案に関してはねもうトレースじゃないですか。再現度すごいですねって言ってもらうんですけど、結局図案トレースしてるだけなんで若干ずるいなと自分でも思いながらやってます。
バランスとかはもう私のセンスはあんまり関係ないなと思っていて、ってなると、お伝えできる説明できることって言ったら色選びとかになるんですけど、結構色使いも褒めてもらえることが多くて、ここもポイントとして説明しようと思うとかなり難しいというか、どうしようかなって感じなんですけど、割と目はいい方だと思うんですよ。視力とかではなくて、高校の美術の授業とかで有名絵画を模写してみようみたいな時に、結構その当時から色を見るのは得意だったような気がします。似た色を作るとか似た色を選ぶっていうのは結構得意で、例えばこのコウジ君とラウールのパンツでメメのパンツ、色調はなんとなく似てるんですよね。似てるんですけど、若干こっちが青みが強いとか黄色みが強いとか、そういう繊細なところを見分けていって、であとは予算との兼ね合いというか、手間のかけ方というか、色数をどれだけ増やせるかで分けるか分けないか、同じでいっちゃうかみたいな。阿部ちゃんの水色とラウールのジャケットの水色と佐久間さんの中のニットの水色と、この辺同じでいってるんですけど、気持ちとしては分けたかったです。ただ私すごく山奥に住んでいて、近くに手芸屋さんがないんですね。なのでこうやって新しい図案をやるってなって糸を増やしますっていう時はネットで買うんですよ。そこで選んで、郵送で商品が届くっていう感じなので、あと1色2色足したいなと思っても足せないんですよね。気軽に店舗に行けないんですよ。なのでもう1回ざっと買ったんで、この中からやろうと思って、色を割り振ってやりました。でこのスノーマンの刺繍をツイッターとかに上げて、すごいっていうことでフォローをしてくれる人が結構たくさん増えてきて、でね、それだけ見てると私すごい手芸得意な人でずっと刺繍やっててっていう人なのかなって思ってる人もいると思うんですけど、全然そんなことはなくて、なんなら私はスノーマンの刺繍を始めたのと、刺繍自体始めたのとイコールですね。なのでずっと刺繍をやってたわけではなくって、で今回こうやって刺繍枠から外さずにこのまま飾るこの形態で完成形にしようと思ってるので、見ていただいてる通り上と下に余白があります。ちょっと枠をつけたいなと思って、でどういう柄にしようかな、普通にラインを入れるだけにしようかなとかも思ったんですけど、なんせ刺繍の経験がないので、あまり凝ったことやっても綺麗にできる自信がなかったんですよね。なのでどうしようかなって悩んだんですけど、このシークレットタッチの MV の感じ、お花がいっぱいあって幻想的な雰囲気で、岩本さんもね結構お花気に入ってたみたいなことをわざわざ口にしてたので、そこはちょっとやってみるかというところでお花を刺繍してみました。ほぼ初ですよ、スノーマン以外の刺繍らしい刺繍をするのは。でね、この細かい点というか玉留めの大きいやつみたいなやつ、これ阿部ちゃんのドットもそうなんですけど、フレンチノットですね。やったことないわけではなかったけど、あまり綺麗にできないなってずっと思ってたんですよね。でも今回デザイン上というか、お花畑もね埋めていかなきゃいけないんで、お花でめちゃくちゃやりました。過去一作品、一つの作品の中で多分数は過去一やりました。見てもらったらわかると思うんですけど、阿部ちゃんのねドット全然綺麗じゃないんですよ。下手くそで、そこからね作品の中でちょっと成長して、このお花畑のフレンチノット結構阿部ちゃんの服より綺麗にできちゃってるんですよね。阿部ちゃんにはごめんですけど成長ですね。でこれも作品の中でやるの初めてだったんですけど、バリオンステッチかな、いつも調べようと思ってバイオリンって言っちゃうやつなんですけど、針を途中まで出して糸を巻きつけてくるくるねするやつなんですけど、でもこれだけブルーばっかりで色味がすごい綺麗な作品なので、あまりねきつい緑を入れたくないなと思って、お花畑のところね色選びめちゃくちゃ悩んだんですよ。ちょっと薄めの黄緑と抹茶みたいな濃いめの緑を1本ずつ取って合わせて2本取りで草を刺繍しました。なんかグラデーションみたいに見えて、これはこれで良かったかなと思ってます。こんな感じで刺繍をやりました。こんなに対策になるみたいな気持ちでやってなかったんですけど、仕事がたまたま忙しかったりすると時間に追われて大変なことになるんですけど、楽しいのは楽しいんでね、趣味なので、これからもいいネタを見つけては刺繍していきたいなと思ってます。はい、見ていただいてありがとうございました。